皆さんこんにちは。トルコ3日目の朝です。朝食会場に8時ぴったりに入ったら、もう食べ終わってる人がいました。出遅れました。ご飯のメニューは昨日とほぼ一緒でした。彩りがほぼ赤と茶色のプレートですが、とっても美味しそうに盛れました。ここのご飯全部美味しい。また朝から食べ過ぎました。食後のデザートはちょっとだけ。美味しかった。それでは冒険に出発します。腹パンじゃなかったらオレンジジュース飲みたかったな。イスタンブールの街は意外と坂道が多いです。最寄りのトラムの駅に着きました。トラムがあることで自力でいろいろなところに行くことができ、本当に便利でした。私のホテル選びは電車を使うことがメインなので、駅が近いということが必須です。ツアーに頼らない気ままな旅が楽しむことができます。そういえば今日も全然眠れなかった。ガラタ橋の船着き場にやってまいりました。これからフェリーに乗ってアジアサイドにある角丘に向かおうと思います。フェリー乗り場がいっぱいありすぎて大に分かりづらい。なんとかぶっきらぼうな店員さんに聞いてとりあえず入場します。一人の無責任旅行なので間違っててもいいや。とってもワクワクしてきました。船に乗るのなんか久しぶり。潜入。この階段の上の席の方が眺めがいいらしいので上がりましょう。デッキに出てきました。またその上があるので上がります。出発。デッキの一番上は屋根がないのでさすがに暑いですが、風があるので耐えられる暑さです。強風なので帽子やスカーフを飛ばされないように注意しましょう。島が見えてきました。約20分ぐらいの船旅です。とっても気持ちよかったです。アジアサイドに上陸です。アジアサイドの玄関口にはお花屋さん。こんにちは。海沿いの町にやってきました。大変にぎわっています。スーパーの商品の上でお休み中の猫ちゃんを発見。おおらかでいいな。地元の人々でにぎわうローカルエリア。のんびりした雰囲気がとっても魅力的です。犬が落ちてる。生まれちゃうよ。ここでまた勃発したのがトイレ問題。トイレがありそうなところが全然なくてさまよいます。庶民的な雑貨店も多くて、ヨーロッパサイドのお店より価格も少し安いと感じました。猫の警備員さんがいます。お邪魔しますよ。眼光が鋭いです。全然お腹は空いていませんが、じっと見ていたらお店の方に手招きされたので、吸い込まれて、は
入ってしまいました。豊富なメニューがリーズナブルな大衆食堂のロカンタにお邪魔します。指差しで注文ができるのでとっても簡単です。そしてこちらのお店の方がものすごく親切。今までおっかない人が多かったので心に染みます。胃腸が痛かったのでちょっとだけにしました。スープとパスタで75リラ、約330円です。激安。初めてコインでお釣りをもらいました。お店の方みんな親切で嬉しい。外の方が雰囲気が良かったのでお外にしました。山盛りのスープとパスタです。それではいただきます。これものすごく美味しかったんです。トマトベースにポテトが入っている優しい味の野菜スープ、トマトの酸味が美味しいナポリタン、とっても美味しい。私のズタボロの心と時差ボケの不眠症を優しく癒してくれる家庭的な料理。素晴らしいお店でした。またスーパーの入り口には猫の警備員。マスクをパンツ。それでは街歩きを再開します。中心地に入っていくとアンティークショップや古着屋さんなんかもありました。安全防止電話、卵かけどうぞ。すごい睨まれました。猫がいっぱい落ちています。ここのスーパーにも猫の警備員がいます。警備の目は甘そうです。楽勝でした。やっとトイレに入れます。ここのお店まで約2時間歩きました。面白いものがあることを願って歩きましたが、何にもありませんでした。電車を乗り継いでヨーロッパサイドにあるホテルに帰ります。ホテルの近くのアイスクリーム屋さん、ベナアイスクリームにやってきました。 Google 評価 4.6 の高評価店。大行列ができています。スマホを見せて注文します。お店の方すごい優しかった。ずる込みした悪い人を押しのけて私の注文を聞いてくれました。来たー、ありがとう。プリンの上にアイスを乗せて75リラ、約330円です。安い。この店の素敵なところはこのモスクの庭みたいなところでいただくことができます。あれプリンじゃなくね？プリンじゃないじゃん。プリンって言ったのに。なんかチョコレートっぽいけどいただきます。プリンじゃなくてチョコレートでした。美味しいからいいや。激甘でしたが完食です。美味しかった。雰囲気も良くて美味しいのでおすすめです。部屋に帰ってきました。ただいまです。スイカのアイスティーでちょっと休憩をします。めっちゃくちゃ美味しかったけどスイカの味はしませんでした。これからハマム、トルコの蒸し風呂に行こうと思います。泡マッサージを受けたいと思います。Close. Oh my god. Okay. なんとやっていません。裸の親父が教えてくれました。やっていないとのことで急遽探してもう一軒の方に行こうと思います。猫ちゃんじゃないの？ハマムはこの旅で絶対受けたいと思っていましたので素敵な水着も持参しています。完全に迷子になりました。ここどこだろう。
イスタンブールの道は意外とゴミだらけで汚れています。ありました、発見しました。ハマムです。オープン？クローズ？クローズばっかり。ここにも門番の猫の警備員がいます。張り紙を訳してみます。わかんないけど1ヶ月休みってことかな。残念ですが諦めます。スーパーマーケットをパトロールしましょう。トルコのお菓子は結構ピスタチオ推しでした。こんなかわいいスポンジも。オリーブやいろんな種類のチーズにハム。フルーツジュースはとっても安かったです。パンやドーナツ、バクラバなんかも売っています。今日はこれにてホテルに帰ることにします。お部屋で洗濯をします。洗濯バケツにペーパー洗剤を入れます。そして水を入れていきます。へっぴり腰なのは意外と重いからです。3分の1ぐらいまで水を入れて上をぐるぐるっと巻きます。そしてロック。思う存分シェイクをします。これがなかなかきついんです。やったことはないですが、猫1匹ぐらいの重さを振り回す感じです。背中にも効いてきます。洗えているかなどです。バックルを外して中の水を流します。底の部分から押し巻きをして脱水をします。気の済むまですすぎ脱水を繰り返します。私はこんなことを毎晩やっていました。でもこの部屋が乾かないのよ。参ったな。今日はスペシャルメニューのまるちゃんのキツネ食べちゃおう。本当はもう胃腸がズタボロなので最終兵器を使います。さっき痛恨のミスを犯しました。命の薬ビオフェルミンを床にばらまいてしまいました。悲しみ。もう20粒ぐらいしか残っていないので残りの旅は気をつけないといけません。それではいただきます。ああ、私は日本人だなとつくづく思う瞬間でした。これ持ってきてよかった。腹壊してんのにまた買っちゃった。商店の親父、今日もまたお釣りを投げてよこしやがった。このアルミの蓋いいね。潔癖症にはナイススタイル。それでは反省会と今日の無事に乾杯。フェリーがすごい気持ちよかったのと、アジアサイドがローカル感があってのんびりしていて、とってもみんな親切だったので気に入りました。ハンマムはできなくて残念でした。私が変なのかジロジロ見られてストレスがたまりましたが、今日もビールがすごい美味しい。おやすみなさい。